皆さんこんにちは、田中です。最近、街で日本語を話している海外の方を見かけました。留学生のようで、とても流暢に話していたのですが、時々、今の日本語、ちょっと失礼かも、と思う言葉が何回か聞こえてきました。せっかく日本語が上手なのに、少しもったいないなぁと感じました。そこで今回は、実はちょっと失礼かもしれない日本語を7つ紹介します。悪口のような明らかに NG な言葉ではないのですが、だからこそ周りの日本人も指摘せず、日本語上級者でも気づかずに使い続けていることがあるかもしれません。失礼な人だと誤解されないために、使うのを気をつけた方がいい表現をまとめました。ぜひ最後までご覧ください。まずは、日本語を勉強しているエッグさんとどら焼き先生の会話を聞いてみましょう。エッグさんが先生にいくつか失礼な言葉を使ってしまいます。どんなところに問題があるか考えながら聞いてみてくださいね。エッグさん、これ今日の宿題です。どうも。金曜日までにやってきてくださいね。はいはい。金曜日までですね。よかったら辞書を貸しましょうか？結構です。そういえば来週なんですけど。は？もう一度お願いします。来週なんですけど、クラスのみんなでお花見をしませんか？いいですね。楽しそうです。食べ物は何を準備しましょうか？先生、あなたはどう思いますか？お団子とかおにぎりはどうですか？まあ、いいと思います。じゃあ、明日クラスのみんなに伝えますね。よろしく。いかがでしたか？何か気づいたことはありましたか？実は、この会話の中で、エッグさんは7回も失礼な表現を使ってしまいました。今から一つずつ説明していきますね。どうも。エッグさんは、ありがとうございますの代わりに、どうもと言いました。どうもという言葉は、親しい友達同士なら、カジュアルな感謝の言葉として使うこともあります。例えば、こんな感じです。ねえねえ、ペン貸して。はい。どうも。こんな日本人同士の会話を聞いたことがある方もいるかもしれませんね。しかし、初めて会う人や目上の人、あまり仲良くない人に使うのはちょっと失礼です。感謝の気持ちを素直に表現できない人なのかなという印象を与えてしまいます。感謝を伝えたいとき、シンプルにありがとうございますと言えば大丈夫です。また、どうもとありがとうございますを一緒に使うこともあります。どうもありがとうございます。これはとても丁寧な表現で全く失礼ではないので使っても大丈夫です。はいはい。はいを2回続けて言うと、そんなこと言われなくても分かってますよというニュアンスになり、ちょっとイライラしているように聞こえることがあります。もちろん言い方によって失礼には聞こえない時もあります。例えば、こんな言い方はあまり失礼に聞こえません。エッグさん、部屋の掃除をしてください。はいはい、後でやります。でも、こんな言い方はちょっと怒っているように聞こえます。エッグさん、部屋の掃除をしてください。
はいはい、後でやります。今のはちょっと大げさに言いましたが、はいを2回続けて言ってしまう人は、日本語初心者の方だけでなく、上級者の方にもとても多いです。相手の話していることを理解できると、ついつい、はいとたくさん言ってしまいたくなる気持ちもわかります。でも、はいは基本的に1回で大丈夫です。もしくは、はいの後に別の言葉を言うのもいいですね。例えば、こんな感じです。はい、そうですね。はい、わかりました。結構です。スーパーやコンビニでレジ袋などを断るときに使っている人も多いと思います。結構ですという言葉は、はっきりと断るニュアンスがあります。例えば、こんな風に優しく言えば失礼にはなりません。レジ袋ご利用ですか？あ、結構です。でも、こんな風に言うと、かなり強く聞こえてしまいます。レジ袋ご利用ですか？結構です。ちょっとでも強く言ってしまうと、冷たい感じに聞こえてしまう言い方の難しい言葉だと思います。なので、私は別のフレーズを使うのをお勧めします。いえ、大丈夫です。このフレーズなら柔らかく断ることができますよ。は？相手の言ったことを聞き返すときにこの言葉を使うと、何おかしなことを言ってるの？意味わからないというニュアンスが出てしまいます。とても仲のいい友達同士では使う人もいますが、私は個人的に目上の人はもちろん友達にも使いません。普段の会話の中で使うとかなり怒っている印象を与えてしまうので気をつけた方がいい言葉です。相手の言葉が聞き取れなかったときはこのように聞き返しましょう。え？ん？すみません。もう一度お願いします。あなたはどう思いますか？これは知っている方も多いかもしれませんが、あなたという言葉は日常会話ではあまり使いません。目上の人に使うととても失礼ですし、親しい人に使うのもちょっと不自然です。日本語では主語を省略することが多いので、相手と二人で話しているときは、英語の You にあたる言葉を使わなくても会話をすることができます。例えば、こんな感じです。あなたは週末何をしましたか？週末何をしましたか？もしくは、相手の名前や役職を言いましょう。田中さんは週末何をしましたか？先生は週末何をしましたか？まあ、いいと思います。まあはよく耳にする言葉かもしれません。しかし、これは使う場面によっては、ちょっと妥協している、諦めているようなニュアンスになります。エッグさんは今回、どら焼き先生の提案に対して、まあ、いいと思います、と言いました。このように使うと、私はあまり納得していないけど、これ以上話し合うのもめんどくさいし、まあ、それでいいですよ、というニュアンスに聞こえてしまいます。この場合は、まあを使わず、いいと思います、だけにする方がいいでしょう。よろしく。これは知っている方も多いと思いますが、よろしくは親しい人や立場が下の人に対して使う言葉です。どら焼き先生がエッグさんによろしくというのは問題ないですが、エッグさんが先生に言うのは失礼になります。目上の人に対しては、
よろしくお願いしますと言いましょう。以上、失礼に聞こえてしまうかもしれない日本語を7つ紹介しました。それでは最後に会話をもう一度聞いて復習しましょう。エッグさん、これ今日の宿題です。どうも。ありがとうございます。金曜日までにやってきてくださいね。はいはい。金曜日までですね。はい、わかりました。金曜日までですね。よかったら辞書を貸しましょうか？結構です。いえ、大丈夫です。そういえば、来週なんですけど。は？もう一度お願いします。すみません。もう一度お願いします。来週なんですけど、クラスのみんなでお花見をしませんか？いいですね。楽しそうです。食べ物は何を準備しましょうか？先生、あなたはどう思いますか？うーん、先生はどう思いますか？お団子とかおにぎりはどうですか？まあ、いいと思います。いいと思います。じゃあ、明日クラスのみんなに伝えますね。よろしく。よろしくお願いします。いかがでしたか？これから皆さんが日本語で会話をするときに、この動画の内容が役に立てば嬉しいです。皆さんは自分が気づかないうちに失礼な日本語を使ってしまっていた経験はありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。